皆さんこんばんは。今日はたくさんリクエストもいただいていたこちらの新しいお部屋のルームツアーを撮っていこうと思います。こちらのお部屋はだいたい6畳ほどになるんですけれども、自分たちで壁紙を貼ったり、あとちょっとした DIY なんかをして、約2ヶ月くらいかけてやっとお部屋が完成したので、ルームツアーをやっていこうと思います。じゃあ早速始めます。全体像はこんな感じです。ではまずデスク周りからご紹介していきます。まずこちらのデスクなんですが、これは以前のルームツアーでもご紹介した楽天で購入したデスクになります。だいたい5000円で購入しました。そしてお隣に置いているのが、こちらは IKEA のアレックスという商品です。で、木でできていて割と頑丈だと思います。で、引き出しの中は主にメイク用品が入ってます。アイシャドウとかメイクパレットとかを入れてます。上に無印のアクリルケースも置いてるんですけど、ここに入りきらない分とかを立てて入れてます。で、ちょっとこの辺りはそんなに綺麗じゃないので、もし見せれる状況になったらご紹介するかもしれません。で、ちなみにこのデスクとこのチェストの高さがもうぴったりだったので、この壁がちょっと出っ張りがあるんですけど、ちょうど幅がぴったりフィットしたので、こういう風に置いてます。ただ色味がちょっと違って、そこだけ少し気になるところではあるんですけど、とりあえずこういう感じで使っています。で、これはニトリで購入したアクリルティッシュケースです。700円くらいでした。ここにリップと下にチークを入れているっていう感じです。そしてこちらもアクリルのケースというかスタンドなんですけど、こちらは四角いアクリルケースで、アイライナーとかアイブロウ系をここに入れてます。で、こっちの方にはブラシ類を入れてます。で、あとこれがフライングタイガーのプラスチックのコップで、メイクスポンジを入れるのにぴったりだなっていうことに気がついて、これに使ってます。で、机の左端にこれは IKEA のスピーカーを置いてます。で、Bluetooth をつなげばスマホの音楽、YouTube とかここから音が出てくれるので、ベッドのあちらの方にスマホのワイヤレス充電器あっちに置いてるんですけど、それをベッドで横になってストレッチとかするときにここから音楽を流して聴いています。で、あとこちらの椅子ですね。これがこの間あげたメイクルームオーバーの動画で色を塗ってた椅子なんですけど、ちょっと細かく見ると全然綺麗じゃないんですけど、はい、でも形素敵ですよね。で、足元は小さいゴミ箱を置いてます。そして、デスクの上がこちらが IKEA の飾り棚。これは1000円くらいだったんですけど、これを取り付けていて、こんな風にちょっと溝があるんですよね。そこにこの写真立てとか時計がうまくフィットするように置いてます。この写真立ては前から使ってる楽天のエレメンツさんのこういう枠がゴールドの写真立てで、その中に自分で印刷した絵を入れてます。で、隣の時計は、リビングでも同じものを使ってるんですけど、こちらも IKEA のものです。で、このろうそくはもうすごいたくさん使ってもうこんな形になっちゃったんですけど、これはニトリで購入したものです。で、時計が万が一転がっていかないように一応ちょっと支えとして置いてます。こんな感じです。で、こちらがちょっと見えづらいかと思うんですけど、これ白いパンパスグラスの、ドライフラワーで
これを置いていて、でこちらのラックは以前から使っているもので IKEA のオープンラックです。これは自分で割と簡単に組み立てられます。で上にまず置いてるのが前から使ってるニトリのフロアランプ、1000円2000円くらいだったと思います。で前もこうしてたんですけど、上からチュールをかけてます。で、この照明のコードなんですけど、前はここちょっとだらしない感じでそのままここにコードがあったんですけど、なんかどうにかならないかなと思って配線を固定するカバーみたいなのを売ってるんですけど、それが両面テープがついてるもので、ここに配線を通してオープンラックの柱の後ろに固定してます。で2段目が今こんな感じになりました。こちらのアクセサリースタンドはこれも楽天のエレメンツさんのものです。下が大理石柄になってて可愛い。で隣にキャンドルをちょっと置いてるんですけど、これはちょっと自分で挑戦して作ってみたキャンドルです。でなんかこう作る型を買ったんですけど、それそのままやったらなんかキャンドル芯が反対についてしまって、これ本当はキャンドル芯ここにある方が可愛いですよね。なんかこうなっちゃってて、ちょっと正解がわからないやつでした。そしてこっち来てからそのソストレーネグレーネっていうお店に行ったんですけど、そこにすごいたくさんキャンドルが売っていて、これもいろんな高さがあって2番目に小さいやつだったと思います。あとこちらもちょっとそのままラベルがついてるんですけど、これもソストレーネグレーネのキャンドルです。色はちょっとグレーっぽい絶妙な可愛い色味です。そしてこちらはドライフラワーで札幌のお花屋さんで買ったものです。でこの花瓶はこれはダイソーの真っ白い小さめの花瓶に入れてます。色合いがほんと絶妙すぎてすごい気に入ってます。でこちらがこれもまたソストレーネグレーネで買ったポスターフレーム。もうちょっと本当は濃い木の色だったんですけど、それが白っぽい枠になるように塗りました。でこの中のイラストも印刷して入れました。でもう一個下の段がこんな感じで、こちらは以前アクセサリー紹介の動画でご紹介したんですけど、中のこちらの仕切りが無印のもので、外のアクリルケース、これはダイソーで200円のものです。でお隣がこのアクセサリースタンドもその時ご紹介してるんですけど、こちらも楽天のエレメンツで購入したスタンドです。ここがガラスになってます。そして真ん中にあるのがストレーネグレーネのキャンドルとキャンドル立てです。こんな感じで、下にはプリンターとカバーにして使っちゃってるんですけど、これは無印の夏に買ったキッチンクロス、ここにカバーとして使ってます。じゃあ今度ベッド周りです。まずこのベッドは前もすごいご質問いただいたんですけど、ネットで購入したんですけど、どこのものかと分からなくて申し訳ないんですけど、この収納付きの、ベッドになってます。でこのベッドカバーはこちらは無印良品のベッドカバーです。クッションカバーはこちらはフランのもので、これクッションが小さいのでちょっとピタってなっちゃってるんですよね。このピンクのクッションカバーはこうちょっと光沢感があるような感じで、これはニトリのクッションカバーです。でこれがソストレーネグレーネの壁掛けの棚です。ここにもドライフラワーと、でこの左にあるのがクリスマスプレゼント企画で作ったちょっと試作品って感じですね。20個全部は視聴者さんにお送りさせていただいて、これはちょっと薄く作った試作品です。
で下に無印良品のミニカレンダーです。かわいいですよね。でこれはリトルルームスさんで購入したものです。雲のキャンドルで、こちらも自分で作った反対になっちゃったキャンドルです。下にはなんとなくここに指輪、これも仕切りは無印のものです。これを置いてます。で、ベッドの横にこのトレイテーブルを置いていて、この写真立てはニトリで買ったものです。無印のアロマディフューザーとこの無印のコースターを置いてます。でこれがさっき言った IKEA のワイヤレス充電器です。ここに置いておけば携帯寝る時にここにポンと置くだけなので気に入ってます。でこの配線はちょうどトレイテーブルの穴から通してコンセントにつながってます。これがザラホームで買ったキャンドルホルダーと、こちらは気に入っているフランフランのコースターです。それをこうやって置いてます。でこちらは IKEA のリモコン付きの照明を買ってみたんですけど、今消してるんですけど、こんな感じで反応してくれるんです。ちなみにこのもう一種類、光の色と明るさの度合いを変えれるタイプのものも、そっちの方がちょっとお高いんですけど、この電球の色が違ってこっちの方がいい色でした。照明はこのベージュ、ちょっとグレーっぽいグレージュっていう感じの色味です。こんな感じです。そしてこのベッドの下に自分で LED テープの照明を取り付けたんですけど、それはこの間の動画でつけてる様子を上げてます。ここでこう調整できます。遠目で見るとこんな感じです。でちなみに、お部屋の電気を消して足元だけつけるとこんな感じです。夜寝る前はこんな感じで部屋を暗くして、で音楽をつけてストレッチしたりしています。なんかこの感じがすごい癒されるので、これだけでもだいぶなんか疲れが取れるような感じがします。はい、という感じでやっとこちらのお部屋も完成したということで、今後の動画はまたこちらのお部屋からもお届けできるといいなと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。